皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるのは、韓国に対する批判がアメリカから全く止まらない状況になっているという話をお伝えします。韓国がジーソミア破棄をする前といえば、日本もアメリカもこれは延長しなさいというような要請を何度も行っていました。そして韓国の国内においても、軍部であったり退役軍人の団体などがジーソミアについては延長するべきだといった意見を述べていました。ところが韓国政府はこれらの意見を全く無視して延長破棄、ジーソミアについて終了するという方針を示し、実際に手続きを行いました。これに対してアメリカからの批判が止まらないといった記事をまずはお聞きください。アメリカ下院外交委員長、ジーソミア破棄、ムン大統領に懸念。韓国政府のジーソミア終了決定に関連し、アメリカ議会も批判の声を出した。エリオット・エンゲルアメリカ下院外交委員長は今月24日に声明を発表し、ムン・ジェイン大統領が米国同盟国の間の地域安全保障協議に対する共通の認識に寄与し、様々な困難にも推進された重要なジーソミアを終了する決定を下したことに対して深く懸念すると明らかにした。これに先立ち、アメリカ政府も国務省報道官のコメントを通じて、韓国政府を2度公開批判。ムン・ジェイン政府の決定に深刻な懸念と失望。米軍に対する脅威を増加させること。エンゲル氏は、今回の決定は協定脱退の正当性を考慮するとき、特に問題とし、これはソウルと東京が長年の歴史問題を安全保障懸案と分離することに失敗したことを見せていると話した。合わせて、韓日だけでなく地域全体に影響を及ぼす実質的な国家安保協力を阻害するよう放置したことは無責任なことと付け加えた。マイケル・コール外交委員共和党幹事も、これに先立つ22日、ツイッターで韓国のジーソミア脱退決定で韓日情報交流の未来が不確実になったことに対して残念に思うとし、北朝鮮が差し迫った脅威として残っている状況で、民主主義国家は互いに協力して保護しなければならないと指摘した。モーガン・オルタガス国務省報道官が、ジーソミア終了が米軍への脅威を増加させるだろうと公開批判した後、ワシントンの韓米同盟に対する懸念も高まりつつある。アメリカ民主主義防衛基金のデイビッド・マクスウェル上級研究員は26日、中央日報の電話取材に対し、ジーソミア終了はトランプアメリカ大統領の韓米合同演習は完全な金の無駄遣いという発言と合わせて、金正恩に今日は嬉しい日だとシャンパンを開けさせるようなことと話した。在韓米軍、在日米軍で副務の経験がある特殊戦部隊大佐出身のマクスウェル氏は、米韓日のリアルタイム情報共有が重要なのは、各国の情報差を補完して、情報の判断を正確に下すことで、北朝鮮の脅威の兆候、警報体制を強化するためのものとしながら、三国間の情報共有縮小は、米軍はもちろん、三国のどの軍隊もはるかに大きな危険にさらすことと強調した。このように、韓国がジーソミア破棄を決定して以降、アメリカから様々な懸念や失望や警告というものが発せられています。そしてこのような状況を受けてか、竹島で行った軍事訓練についても、アメリカ側から批判が出ています。アメリカ国務省、竹島での韓国軍事演習を非生産的と批判。アメリカ国務省は27日、韓国が竹島とその周辺で大規模軍事演習を行ったことに関し、韓国による日本とのジーソミア破棄などで日韓対立が高まっている中での演習実施は、現在の事態解決をする上で生産的でないと批判する声明を出した。声明は竹島の主権に関し、米国は特定の立場を取らない。日韓が平和的に解決すべき問題とした上で、日韓両政府に対し、一連の対立の解決に向け、熱意と誠意を持って対話に取り組むよう奨励するとした。これに先立ち、同省のオルタガス報道官は25日、ジーソミアを破棄した韓国のムン・ジェイン政権についてツイッターで深く失望し懸念している。協定破棄は韓国の防衛をより困難にし、米軍に対する危険を高めると異例の強い調子で批判した。
GSOMIA 発揮の決定後、国防総省が懸念を表明したり、ポンペオ長官が韓国に対しても失望したといったような意見を出していました。同様にしてトランプ大統領もこの件に関しては、全くムン大統領という人は信用できないといったような発言もしています。このようにトランプ政権の失望や懸念というものが表明されていたわけですが、この記事で非常に大事なのは、民主党、共和党、全く党派に関係なく韓国に対しては批判が出ているということです。アメリカは民主党と共和党の二大政党制の国です。ですから、トランプ大統領に近しい、政権に近しい議員の発言で韓国を批判しているというのであれば、ある程度政府の意向に沿った発言であると言えます。しかし、政権と全く反対の党からも韓国に対して批判が出ているというのは非常に重要です。これはアメリカの議会において韓国に対する批判が徐々に高まっている証拠だと言えるでしょう。また、竹島の訓練についても批判的な言葉が出ているというのも非常に重要なポイントです。これまでアメリカは二国間の問題については基本的には立場を明らかにしないというような立場をとっていました。これはどちらかに肩入れした場合、もう片方から不満を買ってしまうからです。しかし今回の場合だと、竹島で行った訓練に対しては明確になんで今このようなことをするんだといったように批判をしているわけです。この点についても過去から比べれば異例の声明であり、これも非常に重要なポイントです。これまではトランプ大統領個人の思いであったり、トランプ政権の全体としては意識として共有されていました。それは韓国という国がおかしいぞという話なのですが、これが共和党、民主党、まさに党派を超えた意見として徐々に浸透しつつあるというのは非常に重要なことです。例えば在韓米軍を縮小するであったり、在韓米軍を撤退するといった話になった場合には、まさにアメリカの議会において党派を超えた議論として一致することが非常に重要になるからです。今回の報道というのは、アメリカの議会が米韓同盟破綻へのまた一歩前進をしたという意味において、非常に重要な出来事だと私は思っています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメント等を書き込んでいってください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録をしていってください。次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。